無活時間の記録 Vlog。今回は食玩キットの制作です。衝動仮面ライダー VS から32仮面ライダーゼクロス十字手裏剣衝撃集中爆弾バージョンを開封、組み立て、下地塗装の一部まで見ていきます。仮面ライダー VS は食玩フィギュア衝動の仮面ライダーシリーズです。全高約 100mm のサイズで緻密な造形と高い可動範囲が特徴。このシリーズではオプションパーツ違いでゼクロスが2種類。先般制作したライバルの敵キャラタイガーロイドや平成ライダーからはディケイドや響がラインナップされていました。まずはキットの開封から。封入されているのはボディ、手の交換パーツとスタンド、頭部、マフラーです。オプションパーツである右手の交換種類では、この箱は十字手裏剣と衝撃集中爆弾が入っていました。赤と緑のコントラストが非常に印象的なデザインです。組み立てます。まずは両手グーで標準仕様のゼクロスを組み立てたいと思います。手のパーツは左右で接続部の太さが異なるので、管理するときに間違えないように要注意です。胸には銀色のプロテクターが配置され、全体的にメカニカルでシャープな印象を与えています。緑のマフラーを挟み込む形で頭のパーツをジョイントします。頭部のはめ込みは若干硬い印象。はめ込みには少し慣れが必要です。手のひらサイズながらシャープな造形と豊富なポージング性能を備えており、コレクション性の高さも人気の理由です。後継シリーズの衝動 X へと発展する礎となった仮面ライダー食玩史を語る上で欠かせない名シリーズ。使用しない手のパーツはスタンドに収納し、脚部を連結して台座にして自立させることができます。標準仕様の手のパーツ、オプションパーツ2種類が来ても問題なく収納できる数はありました。鮮やかな赤いボディが最大の特徴で、首元には緑色のマフラーを装着しています。塗装前、素組みでこのクオリティです。フロントビューからリアビューがこちら。手をパーの交換パーツに変更してフロントビューからリアビュー。さらに右手を衝撃集中爆弾に変えて、今度はオプションパーツの十字手裏剣です。塗装に向けミスタースーパークリア艶消しを吹き付け、マットな質感の下地を作っておきます。続いて追加塗装のうち、ゼクロス本体への下地塗装をこのパートで見てみます。このゼクロスは背面がほぼほぼ未塗装です。そしてよく見るとディティールに色分け必要な箇所が多くあるので、思った以上にペイントしがいのあるキットでした。ベース塗装です。パレホのモデルカラーホワイトグレーという塗料を使いました。追加で色分けする箇所に塗っています。ひと手間ですが、この後の色ののり、塗装効率を考えると重要な工程なので、色分け箇所に漏れなく塗っていきます。下地になって目印になれば十分なので、水で溶いて薄く塗っていきます。赤の成形カラーへの色分けも多いので、この下地塗りは少し面倒ではありますが、その後の効率を考えると重要な工程なのでしっかり塗ります。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくいマットな仕上がり。これらが何といってもパレホの魅力です。面積が大きいところはウォーハンマーカラーのテクニカル、特殊効果表現の塗料種からラーミアンメディウムという溶剤塗料を使ってムラにならないように薄めながら色を入れました。仮面ライダーゼクロスは1984年にテレビスペシャル10号誕生仮面ライダー全員集合で初登場した10人目の仮面ライダーです。本名は村雨亮。秘密結社バダンによって改造人間にされた青年で、組織によって家族を奪われたことから自らの運命に立ち向かい戦うことを決意します。復讐心を抱えながらも正義のために戦う村雨亮の人間味あふれるドラマも大きな見どころ。
昭和ライダーの集大成として登場して歴代ライダーとの共演を果たしました。昭和ライダー最後の正統派改造人間ライダーです。これまでの制作記録から同じ仮面ライダー VS の昭和ライダーを見ていきます。まずは14番で登場した仮面ライダー新1号です。旧1号から明るいマスクとボディの2本線が入り、最終的に定着した1号ライダーです。続いて1号と同じシリーズで15番のナンバリング、新2号です。明るいマスクカラーに、こちらは赤のグローブとブーツです。真紅の風、力の2号がキットの表題でした。変身ポーズの元祖のライダーです。3番目のライダー V3 です。仮面ライダー VS のキットのナンバリングでは02、旧1号と同じシリーズで初期に発売されたキットです。父よ、母よ、妹よがキットの表題。命がけでデストロンから正義を守ろうとした姿から V3 がライダー4号を送ったライダーマンです。復讐の鬼がキットの表題。キット化の造形はなかなか難しいところですが、かっこよく仕上がっています。マスク背面などは塗装箇所も多くあったキットでした。こちらは昭和ライダーでは栄光の7人の最後にカウントされるストロンガーです。仮面ライダー VS では12番目のナンバリングでした。成型色違いでチャージアップ版もありますが、こちらは標準仕様。放映シリーズの前半カラー、パワーアップした後の後半カラーと2つのデザインが忠実に再現された8番目のライダーはスカイライダーです。キットの表題は文字通りのセーリングジャンプ。仮面ライダー VS では19のナンバリングでした。9番目のスーパーワンです。銀色のボディに複眼が釣り目の印象的なライダー。5つの腕で守るの表題通り、キットのシークレット大賞で5ハンドは2種類ずつ同梱されていました。実質放映が昭和期間で完結した最後のライダーはブラックです。光を灯す黒き太陽がキットの表題となっています。仮面ライダー VS では10のナンバリングでキット化されています。ということで今回は食玩キット製作仮面ライダー VS から32仮面ライダーゼクロス、組み立て、そして本体パーツへの下地塗装を見ていきました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。